こんにちは、バーケンです。自宅から 300km 離れた空き家を相続してしまい、ただいま絶賛片付け中です。奮闘記の第7弾です。誰のものかもわからない衣類品を移動します。この家、住人が急に入れ替わり、前の住人の持ち物が残っています。YouTube で他人のゴミを移してもいいのか疑問ですが、このゴミ丸ごと相続したので私の所有物です。詳細にゴミを見てバカにして見せるわけでもないです。妻が一人でじゃんじゃん運びます。この映像は以前に撮影した映像です。夫のバーケンは土地の片付けをしています。私の相続、実家の片付けに加えて土地の片付けがあります。相続というと家や土地を相続するイメージがあるかもしれませんが、実はその後の片付けが大変な場合もあるんです。私の場合、相続した家だけではなく複数の土地もかなり荒れ果てた状態でした。その片付けが想像以上な状況だったことから、この経験を YouTube で発信することにしました。私と同じように思いがけず大変なものを相続してしまった方にとって少しでも参考になれば幸いです。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。画面の左側、デジタル水槽です。これはテレビ扱いでしょうか。テレビ扱いだと処理費用がかかります。全部で6個あります。父がヤフオクで買い揃えて喜んでいました。本当に服が多いです。でも実は服は捨てるのは簡単らしいです。まだ捨てに行ったことがないのです。もうすぐ捨てに行く予定です。平日しかゴミを受け取ってもらえませんが、平日に遊ぶのが簡単ではなく、なかなか捨てに行けません。やっぱり知らない服、見たことない服です。自宅から持ってきたビニール袋に入れます。ここ長岡市では燃えるゴミや燃えないゴミを捨てる際に、お店で購入した指定の袋を使うと、その袋の代金にゴミ処理費用が含まれています。しかし指定の袋を使わなくてもゴミ処理場に直接持ち込んだ場合、重量を測ってその場で料金を支払えば捨てることができると電話で確認しました。まだ一度も捨てに行ったことはないんです。倉庫にゴミが溜まっています。家の外の倉庫にゴミを移動しています。倉庫のゴミは父の友人にかなり捨ててもらえたのですが、もう友人もさすがに疲れたようです。残りは自分たちで処分しようと思っています。そのうち平日休みを取って捨てに行きます。ここから妻がノンストップで動き続けます。再生速度は上げていますがカットはしていません。すごく頑張っていると思います。
これまで数回にわたり家のゴミを移動してきました。この量が普通なのか多いのか少ないのか私には分かりません。でも1階部分はおおむねゴールが見えてきました。まだまだ倉庫に移動しただけなのでこれから捨てる作業もあると思います。ひどいっすよね。今の家の中はこういう感じです。過去動画に片付け前のものもありますのでよかったらご覧ください。これを今から運び出します。そこは汚いから寝るんじゃない。起きた。ちゃんと乾いた。今から水をさっきうんちしたやろ。自分のうんちやよこれ。